にちは、北浜なんです。はい、今日は、地獄ツアーを振り返ろう。はい、この間の動画で京都公演1日目に行ったっていう話はしたかと思うんですけども、その後ですね、横浜と名古屋と大阪2日間に行ってまいりましたので、そのお話をさせていただこうかと思っております。ちょっとね、とある理由で目が腫れたまま治ってないんですけどそのままお送りしております。はい。まずですね、京都から1日目行って、その後横浜に行きました。遠征で。遠征っていうだけでワクワクしますよね。夜行バスで頑張って行ったんですけど、横浜はね、初の VIP チケットで行かせていただきまして、ビルのサイコネクトの時は VIP 買ってたんですけど、サイコネクトはホールなので、指定席なんですよね。でスタンディングの VIP 席が初めてだったので、すごい楽しみにしてたんですけど、整理番号的には150とかで、そこそこ5列目ぐらいかな。VIP って言うても5列目ぐらいだったんですけど、でも、瀬戸りがすごい私の大好きなザ・サード・エンパイアとコーズ・オブ・フィクルネス。合ってますかこれ。合ってなかったら、深夜さんににわかって怒られちゃうやつなんですけど。その2つがね、聞けてめっちゃ嬉しかったんです。もう、ツアーの流れ的に横浜で来るのは多分、京都の1日目と同じ瀬戸りかなっていう予測があって、だからもうちょっと曲中とかにも、ドリンクとか飲んで、ゆったり見ようみたいな、ゆったりみんなって感じなんですけど、ゆったり見ようぐらいのスタンスだったんですけど、ドリンク飲んでる時に、サードエンパイアのイントロが始まって、京さんが、止めーって言い始めて、私も、やめーと、それで締めて、大盛り上がりするっていう、一幕がありました。それがすごい嬉しかったなって思ってました。横浜の思い出忘れかな。で、あと、関東のフォロワーさんとかにも会えて、アンドロジナスぶりに皆さんに会えてすごい嬉しかったです。Kita Homanin Channel。はい。で、名古屋は日帰りで行ける距離だったんで、すごい良かったんですけど、朝からグッズ並んだりとかしてたんですけど、名古屋の見てください。これ、日替わりステッカー、京さん、めっちゃ可愛くないですか？これ、後ろに、背景に、ほら、名古屋のシャチホコが書いてあります。これ、ご当地のあちこちのね、絵が描いてあってすごい可愛いステッカーでございました。名古屋はね、ちょっと正番が良くて、2列目に滑り込むことができました。年屋さん前の2列目ぐらいにおったんですけど、名古屋の瀬戸り的には京都1日目の瀬戸りに近い感じだったんですけど、2列目でね、すごい見やすかった。2列目ってさ、その最前の人がいるけど、最前の人の隙間に入れるから、ほぼほぼクリアビューで見れるっていう、ね、いいっすよね。いいっすよねって何？すごい堪能させていただきました。ここではね、トシヤさんの衣装が、背中がレースになってて、すごい、肩が出てて、袖にピラピラーって長いやつがついてる衣装だったんですよ。アンドロジナスの2日目に着てたやつかな。これなんですけど、これと同じ衣装。で、これ足隠れちゃってるけど、足普通にショートパンツで、と2杯で出てるんですけど、その衣装もめっちゃ可愛くて、近くまで来られた時にね、その布越し、衣装の布越しにもう腹筋とかへそとかが見えるぐらいのレベル。やばくない？でも、トシヤさんのさ、置いてるマイクスタンドとかもよく見えたんだけど、トシヤさんいつも蹴ったりとか投げたりとかするからめっちゃボロボロで、すごいテープみたいなでぐるぐるぐるって補修してあるのとかもすごいちゃんと見えて、すごい感動してました。何見てんねんって感じですよね。あと名古屋ではね、アンコールやっけ一回ミスしたんよ、入りを。カオルさんがミスして。で、その時に一瞬演奏が止まって、あれみたいな。この曲やっけみたいななってんけど、その時に京さんが一番に深夜さんのことを疑ってた。ピンって深夜さんの方を振り返って、しばらく深夜さんの方を見てて、そう。なんでって言ったら、仙台やっけ仙台とかで、深夜さんが一回ミスしたんよね、咀嚼で。ミスして演奏止まっちゃうっていう事件があったから、多分またやったんかみたいな感じで疑ってたんじゃないかって思うんですけど、その時、瞬間にもう京さんがパッて
って振り向いてんの。今思い出しても笑ける。ね、京さんが深夜さんの方見てて、で、なんや、違うやんってなって、客席の方を振り返った時にめっちゃ満面の笑みやって、可愛かった。ワンちゃんみたいに、ヒーって笑ってた。そう、可愛いと思って。名古屋はゼップ名古屋っていうところの会場だったんですけど、ゼップ名古屋は実は私が初めてディルを見た会場なんですよね、1年前に。で、その時、ちょっとエピソードを多分動画でも話したことあると思うんですけど、もう逆最前、一番後ろのところで、もう初めてのさ、そういうライブだから、ディル・アングレイとか、ビジュアル系とか、初めてだったから、怖いから、とりあえず一番後ろでこう、見てて。で、その時もすごい慣れない環境だから怯えてたけど、めちゃくちゃそのライブに感動した思い出があって、でもその日のことを思い出しながら、今回ライブ見てて、そう、1年前はあんなに一番後ろで見てたのに、今こんな2列目とかで、ギャーってて騒いで自分を出しまくって見れるのがすごい幸せだなって思って、この環境にね、これって出会えてよかったなっていうのをすごく思ってました。じんわりしてましたね。でね、ライブの最後に餌巻きタイムみたいなピックとか投げたりタオル投げたりする時間があるんですけど、その時になんとこの名古屋公演でゲットしちゃいました。何が何だかわかんない。押収品みたいにしてしまって何が何だかわかんないかもしれないですけど、これとしやさんのストローです。たまたまね、いいところに飛んできていただくことができました。やばい。こんなのもらうのすごく夢だったんで、戦利品ですね、まさに。としやさん飲んでたの？もちろんさ、こんななんか好きな子のリコーダー舐めるみたいなことちょっと恥ずかしくてできないんですけど、これ開けて、わーって、キャーってやってたら、うちの猫ちゃんが、トトトトって来て、この先端のところをペロペロって舐めてどっか行った。あいつマジでやりやがったぞ、あの女。家の中にあんなライバルがいた。Kira Hominin Channel. はい。そして、次が大阪ですね。大阪は 2days 続けてあって、で、その大阪の2日間で、ツアーが終わりっていう形だったんですけど、まず初日の整理番号が13番とかだったんですよ。13番ってもう最前に行ける番号なんですよね。その番号出た時からもう結構ドキドキしてて、どうしようみたいな。ワンチャンいけるんちゃうんみたいな感じで、もうその当日とかはもう食べ物も喉を通らないぐらい緊張してて、やばい。もしかして人生初の最前が来てしまうかもしれないと思って、会場時間までもう震えて待ってましたもう寒かったから別の意味でも震えてたんですけど、あれでこうして会場入って、ちょうどとしやさんと京さんの真ん中あたりのポジションが空いてたので、そこにスポッて入らせていただいて、もう来た、ここに柵がある、前もう誰もいない、最前と思って、やばい。もうそこから始まるまでもずっと緊張ですよね。もうわけのわからんライトとか見てたもんね、上の。もう緊張しすぎて。で、まあ緊張しながら待ってまして、で、暗転してメンバーが一人ずつ入ってくる。やっばーみたいな。もうこれ以上ない近さでメンバーが入ってくる。もうドキドキじゃないですか。でも、声もね、いつもに増して出して、メンバーコールさせていただいてて、で、としやさん出てきたと思って、としやさんがなんと、名古屋でもう見納めと思ってた、レースの、で、こちらの衣装だったんですよ。また、これはもう終わりかと思ってたーと思って。この衣装大好きだったから、この間近で見れると思ってなくて、やったーって喜んでた。パッてよく見たら、カオルさんがマリーやったんですよ。これちょっと事前説明がいると思うんですけど、カオルさんがハロウィンの時期に毎年仮装みたいなのされるんですね、ライブの時に。で、今年はそれがイノさんっていう漫画、イノさんとイノさんルージュっていう漫画に出てくるマリー・ジョセフ・サンソンっていうキャラクターだったんですね。私もこの漫画本当に大好きなんですよ。フランスで聖地巡礼するレベル、フランスのマリー・アントワネットとかの時代の処刑人のお話なんですけど、その作品のマリーちゃんっていうキャラクターがいるんですけど、その子の仮装をされてたんですね。このツアーの最初かな
の時にマリーちゃんの仮装をカオルさんがされてたんですけど、その日はもう行くことができなかったので、後々に SNS とかで皆さんの情報を見たりとか、カオルさんが上げてくださってる画像でやっと見れたって感じだったんですけど、それがなんともう目の前にいらっしゃったんです。と思って、今日ハロウィンじゃないのにと思って。で、マリーやんと思って、もうそっちのことでギャーってなってしまって、マリーが見れると思わなかったと思って。それでダブル衝撃、トシヤさんの衣装とマリーカオルとダブル衝撃で、いきなり頭がポーンってなってしまって、もう本編もね、めちゃくちゃ良くて、最前って本当に遮るものが何もないっていう快適さがえぐいなと思って、もうどこ見ても見たい放題だし、もういつもこうな隙間から、見えた？見えなくなっちゃった。見えなくなっちゃった。みたいなんとかがないっていう快適さがえぐいですよね。もう本当に贅沢してるなーって感じで。ちょっとステージが高いから首痛いなぐらいはあったんですけど、本当に感動的でした。音圧もすごいしね。きょうさんもそこで歌って、もう手を伸ばしたら触れそうな位置で歌ってくれてるっていう、この贅沢感がえぐいと。大好きなバンド、一番大好きなバンドの一番大好きな演奏をここで聴くことができる。もう、来世ないんちゃうみたいな。来世ない人になっちゃった。で、ザ・インフェルノっていう曲が本編の最後にあるんですけど、その時にトシヤさんがガーって前に出てきてくれたんですよね。もうこのステージのキワキワまで来てくれてて、こんな見上げるぐらい、うわ、やばー、トシヤさんそこにいるんですけど、と思って。で、こう一人ずつこうやって顔を合わせていってくれてて、最前とか、前方の人たちに。でパッて目が合った瞬間に、今までだって後ろとかでさ、キャッ目があったかもとか勝手に妄想してたんですけど、もうだってそことここだからね、そことここ絶対もうこれは言い逃れできないじゃんと思って、言い逃れできないじゃんと思って、でヒーって私がもうヒーってなってて、やばいってなってたら、トシヤさんがなんか次の瞬間に私がいて、前方にキョウさんが歌ってるお立ち台っていう台があるんですね。ボーカルの人が立つ台が。そこに足をガッてかけて、股を開脚してね。わかる？こう、足をかけて、これわかるかな？開脚して、ここね、この開脚して弾いてくれたの。演奏してくれて、私ここなんよ。もう、また間なんよ。ここなんで、もう見れないよね。そんなの。見れないよ。本当に私、今まで最善の人がそういうのを浴びてるの見て、うわ、いいな、私見たいな、とか思ってたけど、もうそんな、自分になったら、もう見れない。もう、わけのわからん、布の疾患とか見てたから、もう全然顔とか見れないから、もう、足とかもうそこにあるんやけど、見るのもったいないと思って、もったいない。見ない方がもったいない。見ない方がもったいないと思って、もうよくわからんレザーの疾患とかをこうやって見てた。パニック。それがインフェルノ事件ですね。はい。それで一旦本編が終わってアンコールになりました。でアンコールの曲も長屋と一緒かなと思ってたら、なんとね、2曲目にコーズが来たんで、コーズオブフィクルネス、私の大好きな曲。それはもう一個の瀬取りでいつもやってたから、今回は来ないかなって思ったら、来たんです。で、そのイントロが聞こえた瞬間にもう私も、また、うわー、やばい、コーズ来たーと思って、ぶち上がりかましてたら、もうきょうさんがこっちをチロって見て、あいつめっちゃぶち上がっとんな、みたいな。これ妄想ですね、私の勝手なアフレコ。盛り上がっとんな、みたいな感じでこっちまで来てくれて、めっちゃこっち見ながら歌ってくれたんですよ。やばくない？もう大好きな曲をここで歌ってくれると、もう生声の方が聞こえるんちゃうみたいな。マイク通さん方が早く聞こえるんちゃうみたいなぐらいの距離で。それめっちゃ贅沢ですよね。ほんまに。あれ、えぐかった。えぐでした。えぐのみ。それが構図事件。構図爆楽しかったです。はい。それでね、もう大盛況のまま。ライブは
終了いたしまして、最後に餌まきタイムですね。またピックを投げたり、タオルを投げたりする時間が来たんですけど、もう結構本編とアンコールで胸いっぱいになってて、もうこんな贅沢なことってないよーって思ってたんですけど、トシヤさんがこうやってピックをパーンって巻き始めた時にもう下手の端っこの方から巻いていってて、で、こうやってみんなよくやるじゃん。よくやるじゃん。ダメ元でさ、こうやって、トシヤさんトシヤさんとか言ってないわ。もうその時、盛り上がってから、トシヤーって言ってると思うけど、トシヤーって言ってたら、私の方をピッて見て、ここに、パンって投げてくれたの。ピックをね。でももうなんか、まさかくれると思ってなかった。私なんぞにくださると思ってなかったからさ、と思っても、これだと思って、もうこの辺、でも手がもうこれぐらい震えてるから、バンバーンって落ちていっちゃって、ちょっと、ってなんかしゃがんで頑張って拾いました。こちら、トシヤさんからダダダダライることにいただいたやつです。やばくないですか超マジで。もうやばかった。あの一瞬をもう何回も、ちょっと記憶がもう興奮でさ、忘れそうになるから何回も頑張って刻みつけようとして、もうこうやって、トシヤーって言ってトシヤさんが、って見てくれて、どうぞみたいな感じで投げてくれた瞬間と思って。大興奮でしたよね。でもその後もまだあって、この日大変だったんですよ。もう情報量多すぎて。その後、トシヤさんがね、こう水を自分にかけ始めたの。で、普段そこまであんまりしないんだけど、だからもうそれ見てピンときました。名探偵なんで。これは脱ぐ。今まで初日とかね、最終日とか特別な日とかはね、着てる服をパーって脱いで上裸になってサービスをしてくれる日があるんですけど、こういう言うたらオーラスの1日前やし、今日はないかなって正直思ってたんですけど、まさかの脱いで上裸になったんです。そしてもうその辺よ、もう数メーター先、もうそこで、トシヤさんの上裸、でも記憶が半分ぐらい飛びかけてて、ちょっと刻みつけれてなかったんですけど、あまりのことすぎて。いやもう、あれも大興奮で、それでもう着てたスウェットをパーンって投げて、去っていきました。かっこよかった。そのスウェット脱ぐ前にお立ち台に乗ってたよね。で、水浴びててさ、で、もう足の太もものとこから水が滴ってるっていう、なんとも美しい情景が、日本の守りたい風景みたいな情景がございました。最後にそんな大サービスもしてくださって、もう大興奮のままその日を終えましたよね。はい。でもその日はね、マリー薫も目の前に来た時になんか舌をこうやってペラってやってて、いたわ顔やめて。やばかった。マリーちゃんこそめっちゃ見たかったし、こう血がついたメイクをしてて、それで下ペロ、やばいです。それはもうマジでマリーちゃんの解像度が高すぎてやばいですと思ってました。Kira Hominin Channel。そして最終日でございます。最終日はね、もう瀬戸利的に大好きなザ・サード・エンパイアがあったので、もう爆上がりで、もう会場もすごいやっぱみんな最後やからもう盛り上がっていこうみたいな感じで、みんなテンションが高くてすごくいい空間だったと思うんですけど、最終日のトシヤさんの衣装はこちらでしたね。こちらの、これ多分今まで着てないよね。これはアンドロジナスの時に発表されたお洋服なんですけど、多分着てなかった気がするけど、どうでしょう。これなんやーと思って、それでまた湧いてたんですけど、はい。ミヌシカで、トシヤさんがこのひらひらを、ごめんなさい。この袖のね、衣装のひらひらをこう振り巻きながら舞う場面だったりとか、すごく美しくて見応えがあるところがいっぱいあって、わー綺麗だなーって思うのとね、トシヤさんがそう待ってる様子とか見たら結構昔の女形みたいなのやってた時のトシヤさんと重なるような瞬間もあったりして、美しいと思って見ておりまして、なんですけど、なんかトシヤさん最後の方で自分のマイクスタンドを言ってたじゃないですか。名古屋の時にボロボロで修復してあるなーみたいな言ってたやつをバキーってなんか2つに思ってた。2つというかもうねじ曲げてなんか U 字みたいにこうなってた。もうあれ引退させるってことなのかな。マイクスタンドボロボロもう結構年季入ってたから、まさかのよ人力でポキーってなり
強めっちゃ盛り上がったけどね、その瞬間。やったでー。で、その日はもう、一曲一曲噛み締めるようにこちらも聴いて、歌って暴れて言ってましたね。そうで、このディルの今回のツアーが終わったら、しばらくアルバム作成期間でね、ライブがないっていうのを最初に報告されてたんで、みんなもう、しばらくないんや、みたいな空気で、しばらくないからもう出し切っとこう、みたいなぐらいの空気で言ってて、もうすごい私も、うわ、もうこれしばらく会えないとか、マジないわ、マジもう無理やわ、みたいな感じで、もう本編中も涙がちょっとうるうるするぐらいの感じだったんですけど、本編終わって、アンコールも終わって、で、としやさんは見事にまた今日も脱いでくれて、昨日よりはちょっと落ち着いて見れた。1日目よりはちょっと落ち着いて鑑賞することができました、ちゃんと。で、わあ、また脱いでくれた、嬉しいってなって、みんなキャキャーなって千秋楽なので、ダブルアンコールがなどありまして、2回目もみんなでアンコール読んで、みんな来てくれて、ハゲ闇歌ってくれて、激しさとこの胸の中で絡みついた灼熱の闇。カンニングしてません。カンニングしてます。歌ってくれて、みんなわーってなって、はけていきました。でも大君まではけていって、みんなバイバイ、わー、もうみんな、としやさんにもしばらく会えないんだよって、ウィーン思って、終わりかなって思った時に、パッて見たら、まだステージにキョウさんがいたんよ。これ、ディルのライブ知ってる人だったらわかると思うんですけど、キョウさんってほんまに歌い終わったらすぐ何も言わずに、もうパッてはけていくんよ。もうしかめ面で、みたいな感じで、かわいい。かわいいとか言ったら怒られるけど、って言って、はけていくんですけど、キョウさんがドラムのところに、ちょこって座って待ってたの。で、って思って、もうその時点でみんなざわつき始めて、なんでみたいな。いつも一番最初に帰るキョウさんが、まだいるんだけどみたいな。でめっちゃキョウさん笑顔で笑ってて、もう周りをもう愛おしそうにめっちゃ見てるんよ。この客電について明るくなってみんなが会場を。ほんでさ、で、おもむろにこうお立ち台に乗ってマイク持った瞬間も嘘でしょみたいな。もう思い出して泣ける。マジで思い出して泣けてくるんやけど。それでマイク取ってみんなの方見ながらね、すごい笑顔で今日楽しかったわ、みたいな感じで喋ってくれて。MC なんてせんのよ。MC なんてしないから、本当に。スケキュンの時が MC がスケキュンの時はちょっとおもろい MC があるけど、基本ディルはもう MC もせんし、もう終わったらパッてはけて、もう後ろ姿を見守ることしかできないのに。こう、今日楽しかったわ、って言って。しばらく空くけど、また会いに来て、って言って。もうなんか京都なまりでさ、また会いに来てって言ってさ、それでもうニコって笑って、はけて行ったんやけど、もう会場はもう爆泣きよね、みんな。うわ、ギャーってなって。私ももう京さんがお立ち台立ってマイク持った瞬間、ほんまに夢やって思ったもん。もう現実じゃないやんと思って。こんなんあり得るわけがないし。その後もうほんまに笑顔でみんなのことを見てさ、言うてくれてさ。泣くよねーと思って。思い出して新鮮に泣けるわ、マジで。だってこっちしばらく会えないんだもん、と思って。いやでもそんな、言ってくれない人がさ、動画進まないんで泣いてられない。はい。そう。で、普段そういうの言ってくれない人がさ、そうやって言ってくれて、ファンのみんなのこと考えてくれてるっていうの、すごく嬉しいと思う。本当に動画が進まない。泣いてて動画が進まない。はい、すごい嬉しかった。感動的でした。みんなに伝わってるよと思って。すごい感動的な回でしたね。これからしばらく、間空くのは寂しいけど、また、ちょっとその間に頑張ってお金貯めて、ビップいっぱい入れますように、みたいな感じで、お金を貯めておこうと思います。はい。で、最終日のステッカーがね、なんと、こちらでした。としやさん、この衣装だったんだよね、最終日も。で、これ通天閣とか、フグとか、これ大阪っぽいものが入ってて、かわいい。大阪としやです。はい。で、こちら、フォロワーさんにね、いただいたのをいけなかったんだけど、これは札幌公演の時のステッカーのとしやさん。札幌やから雪が書いてて、北海道っぽい感じ。かわいい。これとこれが今回のね、
としやさんのステッカーでした。このデザインめっちゃ可愛いよね。アメコミみたいな。Kira Hominin Channel. はい。ということでちょっと情緒がぐちゃぐちゃになってしまって非常に申し訳ございません。本当に。まあでもアルバムを作ってくださってるということは、アルバムが出たらね、またインストとかさ、インスタイベントとかもあるだろうし、それからまたツアーがあると思うとワクワクやし、もう何より新曲が楽しみすぎると思って、新曲を聴きたい、いっぱい聴きたいな、楽しみにしております。はい。そんな感じかな。今回のツアーの感想は一旦これで終わりにしようかな。思います。今回各地でね、横浜行ったり、名古屋行ったり、京都行ったり、大阪行ったりして、いろんなフォロワーさんにまたお会いすることができたのがすごく嬉しかったです。皆さん、いつも優しく話しかけてくださって嬉しいです。で、YouTube 見てますって言って話しかけてくださる方とか、新しくお友達になってくださる方もいらっしゃって、すごく本当にもうトリコってディランガイのファンの方々なんですけど、トリコの皆さんに本当に優しいと思います。で、また嬉しかったのが、私の動画を見てからディラングレイのライブに行ってみましたっていう方がいらっしゃって、めっちゃ嬉しいと思って、この素敵な空間にまた新しく参加してきてくださったんだって思うと、めっちゃ嬉しいし、こういう YouTube とかやってる回があったなって思いました。今回の動画いろいろ情緒がぐちゃぐちゃで申し訳なかったんですけどはい。またこういう感じでいろいろ動画作っていきたいと思いますので、見ていただいたら嬉しいです。ではまた次の動画でお会いしましょう。寂しいね、ライブないの。